ということで、ひとまず終わらせてみたので、ちょっとこっちの棚と机どんな風に変わったかご紹介したいと思います。ここの棚なんですが、お洋服たちを基本的には置いている棚になっていて、今のシーズンに使っているお洋服、私これだけにしたんですね。かなり減らしたんですよ。一目で見てわかることがすごく大事だなと思って、その美しい関係を築くために。で、この上のゾーンはコート、香水を置いてます。必ず毎日触れるものなので、香水もお香も同じ場所に香り物ということで置いています。こちら側、先ほどまでジュエリーたちを並べていたんですけれども、ちょっとね、雑誌を置いてみたんですよね。雑誌だったら平向きで3冊置けるようなスペースだなと思っていて、読みたいなと思ってる雑誌が5冊デスクの上に置いてあったんですけど、雑誌ってこういう風に積めば積むほど見なくなるなと思ったんですよ。だからといってこう立てたりしても、ここの背表紙しか見えない状態ってあんまり読みたいっていう風に思わないんですよね。なのでちゃんと読みたいなと思った雑誌を買っていて、それでも読めてない理由っていうのは何があるのかなと思っていた時に、やっぱり量がまずありすぎているっていうこと。雑誌は3冊に絞りました。で、あと意外と座っていると読まないっていうことにもちょっと気づいて、本屋さんに置いてある時もこんな感じで置いてあって、これを手に取って立ったまま読んで、すごいいい本だなと思って買うみたいな。結局本って立ってる時の方が読むんじゃないかっていう今仮説を立てまして、ここに置きました。よりどんな雑誌があるかが分かりやすい、本屋さんみたいな感じで置いておいて、で立ったまま読むっていう風にちょっと変えてみようかなと思ってます。で、ここにもちょっと香水あります。そして下の段なんですけども、この部分が今回その断捨離とかものを整えた上ですごくこだわった部分で、無印の収納でごちゃごちゃはしてるものの、ほぼ毎日使うものなのでこんな感じで入れてみてるんですけど、ここに何が入っているかというと、まずこっちの箱でいくと、ここがハンカチゾーンです。で、全部フェイラーのもの。よく母がね、フェイラーのハンカチくれるので、フェイラーのものばっかりになっていて、その他のものもう手放してフェイラーだけにしようと思って、でフェイラーの中でももうちょっとよれてきたなっていうものは手放したんですけど、フェイラーって結構物持ちが良くて、何回洗っても汚い感じにならないので、3、4、5、6、7、8枚何を今日使おうかなって楽しむために、一応今は8枚用意していて、こちら側、これはコスメが入ってます。コスメも私すっごくたくさん持ってたんですけど、一旦これだけに絞って毎日使うもの以外は手放しました。なのでこれ中身も今度ご紹介できたらと思うんですが、毎日使うものですぐそこに鏡があって、ここでメイクするのでここに入れてます。続いて右側にあるこちらも同じ箱に入ってるんですけど、これがカバンの中身になっていて、ここの中から必要なものを取り出してカバンに入れていくみたいな
感じになってます。一番下ここにカバンを入れていて、まずこの一番外側、これ収納に使っちゃってるんですが、もちろん普段に使えるコスの大きめのバッグ、この中にバッグを入れていて、この中からバッグ選んで持っていってます。ここでバッグ選んで、このバッグの中にここでこう取って出かけるっていう、この一連の流れが美しくなるように配置してます。こちら収納は前からあったもので、この中にはちょっとお香がたくさん入っているんですけど、お香も手放すものと残すものとちょっと考えたいなと思ってます。はい、そしてこっち側の窓辺のところに先ほど突っ張り棒、このドロワーラインですねをちょっと変更させたんですけども、この台を別のドロワーラインから持ってきまして、ここにピアスだったりとかネックレス、これかけるやつもできてかけてみました。でここにはマスクがかかってて、私最近マスクはもうこのピッタが一番息がしやすくて自分らしくいられるマスクなので、これを定期的に変えながら使ってるので、あとこれですね、モフトのものなんですけど、スマホをこうかけられるもの、そう、これだけでスマホだけ持って出かけることも結構あって、それをここにかけてます。お洋服がこちら側にあって、お洋服着替えて、でバッグもここにあって、でここに鏡を置いてあるので、このままの流れで来て、ここでアクセサリーをつけたりして出かけるみたいな流れで、一番美しい動線かなと思って、ここにアクセサリーを置きました。デスクですね。まずノートが3冊あったんですね、もともと。さっきこのモネのハガキが入ってたノートと、何でも書けるノートと、無印の手帳みたいな感じで日にちが入ってるノート、3冊もあっても書かないことがやっぱり判明しまして、で何を残すかって思った時にこの2冊が残りました。このノートは日にちが入ってたりメモも書けるようなものになってるので、これで ToDo だったりとかも管理しながらやっていく。そしてちょっと考えたい時とか、なんか書き留めたいことあった時、何でもこのノートに書くっていうことにして、このノートは活かしでいきました。でこの1日1ページノート、初めのうちちょっと書いたんですけども、毎日書くことで自分自身をより深く知れるのではないかと思ったんですけども、結局今回の断捨離みたいなことをやったりとか、毎日自分の頭の中で結構自分を知る作業とか常にやっているタイプだなと思ったので、わざわざこれに書き込む時間を作る必要がないなって今の自分は思ったんですよね。これ手放すことにします。なのでノートとかも多分こうやって机にそのまま置いてあった方が使うし、あっても 2冊までだなということで、もしかしたらこの1冊でいいような気もしなくもないですね。後ろにもメモの部分があるので、机の上もなんかいろいろ収納とか昔置いていたんですけれども、全部撤去しまして、収納の中に入れちゃうと結局物が見づらくなったりとかするし、そんなに物って必要ないなと思ったので、とにかく必要なものは直置きするというスタイルを取ることにしました。まずスマホ関連のものでいくと、ここに置いていて、このマグネットタイプの充電のものを買っているので、ここに AirPods も置いて、時計もここで充電して、スマホもこちらで充電してっていう感じで、基本的にはやってます。ただスマホだけは、よく使うっていうのもあるし、充電しっぱなしもあまり良くないかなと思っていて、こちらにがスマホの居場所になってます。これ以前モフトでいただいたものなんですけど、すごくお気に入りで、私の今のスマホの居場所になっています。でティッシュもティッシュケースするのやめまして、無印のこのティッシュそのまま置くことにしました。であと時計でしょ。
でパソコンあってハードディスク、ちょっと可愛いげのある置物でこっち側に日めくりカレンダー無印のものを置いていまして、でハンドクリーム、これいただいたものがあったのでバウムのハンドクリーム使ってます。ここにボールペンとかアップルペンシルとかこういうものを入れてるんですけど、ボールペンとかはもう本当になんか無駄にいろいろいっぱいあったので、私の大好きなジェットストリームの多色のボールペンと、あとはもう黒と赤のサインペンみたいなもの、ちょっと図を描いたりする時に使えるようなものと油性のマキ1本にしました。最小限なものを1箇所に集めることにしました。もうちょっと減らせそう、なんかごちゃごちゃしてるのでそしてキャンドル、私キャンドルねそんなに炊いてこなかったんですけども、結構収納にキャンドル隠れてまして、今冬の間にしっかり使っていこうかなと思ってこの2個だけ残しました。お気に入りのものだけ。アイハーブで買えるこのラベンダーの香りのもの、これすごくね香りも火をつけた時の感じも癒されるので好きなんですけども、これとこちらはザのショップで買ったネロリの香りのもの、ネロリだ。この2つだけ残してあって、まあキャンドル焚くといったらこの机の上なのでこの机の上に置いてます。そしてあと机の隣にこのドロワラインをこんな感じで置いています。ちょっとねごちゃごちゃしてるんですけども、スキンケア、今使っているスキンケア系と目薬とかリップとか花粉症のお薬とか爪切りとか細々とデスクで使うものを置いていて、あと綿棒ぐらいかなっていうのをここに入れています。これすごく本当に便利というかありがたい存在で、下には今使っているボディクリームと箱状のパック置いてるんですけども、これからどんどんもうちょっとスマートになっていくかなとは思いますが、今ちょっと現状あるものを使っているっていうところでこんな感じになっています。はい、ということで今日はデスク周りと棚周りのものの見直しと整理をしてみました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。